皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。谷友さんにいただいた月下美人に今年初めて花芽がつき、つぼみがだいぶ膨らんできました。この月下美人は夕方から夜にかけて花を咲かせるそうなので、今晩あたりもしかしたら咲くかも。そして見てください。このルビーネックレス、下の方の葉はまだ少し元気はありますが、上の方の葉はすっかり枯れ込んでいました。その一方、隣のグリーンネックレスは意外と元気。実はこのグリーンネックレス、途中からここの場所に吊るしたんですが、西日が当たらない場所なので葉が枯れ込むことはありませんでした。それでも一緒に植えていたミニベルは葉を落としていました。このルビーネックレスは今年の春にこの鉢に植え直したものです。葉がバッタに食べられていますね。去年の後半ぐらいだったからかな。オルトランやスターガードなどの害虫対策用の薬を使わなくなりました。なので多少の被害はしょうがないですね。そしてこの場所には枯れそうだったセダムたちを避難させてきました。ちょうどレモンの木の影になり、いい感じで復活してきています。これは種から育てているアボカドです。そしてこれは何だかわかりますか？正解は山椒です。春にカットして挿し木していたローズマリーもしっかりと根付いているようです。そして9月の多肉ごとやりたいことはいっぱいありますが、今日はここを少し整理していきたいと思います。カットした七福神です。あまり調子は良くないようです。涼しくなるまでもう少し頑張ってほしいですね。そして問題なのはこのルビーネックレスです。ご近所さんにいただいたサボテンの上に覆いかぶさってつるを伸ばしていました。この場所は夕方になると日陰になり、西日が当たらず、ルビーネックレスもとても元気です。っていうか、ちょっと元気すぎますね。使い古しの土を再生利用するために袋の中に入れて日光消毒していますが、袋の上から触ってみてもとても熱くなっていました。そして今日はこのサボテンを仕立て直ししていこうと思います。その前になかなか手のつけられなかったこのスペースを先に掃除しておこうかな。随分と長い間ほったらかしにしていたため、セダムやルビーネックレスが大暴れしていました。セダムやルビーネックレスが切れてしまわないように、ここは慎重に作業を進めます。サボテンの救出完了。このサボテンちゃんたちも植え替えしてあげたいんですが、なかなか手つかず。確かこのルビーネックレスは去年の秋にこの鉢に
植えたものになりますが、1年でこんなに成長していました。ルビーネックレスに絡まっていたスノープリンセスは少し切れてしまいました。これはかわいそうなので、スノープリンセスのポットに戻しておきました。鉢をどけるとゴミがたくさん溜まっています。枯葉や土を放っておくと虫が湧くので、きれいに掃除しておきました。このうちわサボテン、部屋の中で育てていましたが、日光が足りないのか徒長してしまい、横に暴れ出してしまったため処分しようと思ったんですが、外に出しておくと上に伸びている葉が大きく育ち始めたので、かわいそうなので仕立て直しをしてもう一度育てることにしました。といってももう一鉢同じうちわサボテンがあるんですけどね。とりあえず両脇に長く伸びてしまっている葉を両方ともカットしました。これだけでもすっきりしました。葉先から新しい葉が出てくると思っていましたが、こんなとこからも葉が出てきていました。これには驚きました。といってもこれも邪魔なのでカットしてすっきりさせました。カットした葉は全部捨てるのがもったいなくなっちゃったので、空いているスペースに挿しておこうと思い土をほぐしていますが、これが意外と根を張っていて、なかなか根をほぐすことができませんでした。しかもこのうちわサボテンのトゲは手に刺さるととても痛くて、抜こうと思ってもなかなか目では見れず、テープを使って取ったりしていますが、それでも1週間ほどはチク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 手に痛みが走ります。なのであまり増やしたくない多肉ちゃんなんですけどね。そういう多肉ちゃんに限ってなぜだか増えるんですよね。皆さんは秋の多肉ごと進んでいますか？秋といっても真夏のような暑さで、私の9月の多肉ごとは全然進んでいません。うちわサボテンの仕立て直しはこれで完了です。掃除してきれいにした場所には白い棚を置きました。実はこの棚、室内で使っていたものです。白くペイントして生まれ変わりました。仕立て直しをしたうちわサボテンはしばらくこの場所で様子を見ます。そしてカットしたこのうちわサボテンは処分しちゃいます。ルビーネックレスの下敷きになっていたサボテンたちもこれでやっとお日様に当たれますね。そしてこの寄せ植えは仕立て直しする前に2年目の夏を終えてしまいましたね。このルビーネックレスもなんとかしなくちゃですね。はい、ということで今日の動画は9月の庭多肉の様子とうちわサボテンの仕立て直しをしていきました。いかがでしたでしょうか？この暑さでは水やりも怖いんですが、干からびてしまう前にそろそろ底面給水で水やりをしようかなと思っているところです。皆さんの多肉ちゃんに水やりはしていますか？蒸れてはいませんか？
この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。